皆さんこんにちは、みのりんです。今日はですね、お絵描きの心理ゲームをやっていきたいと思います。なんかお絵描きしてその人の性格がわかるそうなので、いやー、どんな性格なんでしょうね、私。はい、では早速やっていきましょう。スタート。問題1、チュートリアル。お題を読んで直感で絵を描こう。回答して答えを見よう。はい、丸を描いてみて。まあ普通の丸ですね。どうでしょうか。回答する。 OK。 丸の大きさで心の余裕がわかります。丸が大きいほど自信家、小さいほど控えめ。これはまあ大きい方ですよね。自信家か。じゃあ次いきます。好きなだけ丸を描いてみて。なんかすっごい普通になっちゃった。これ普通じゃないですか。回答します。 OK。 あなたの〇〇の人数がわかります。はい。あなたの友達の数ってことは1人親友がいて4人あとちょっと仲いい子がいるって感じでしょうか。いや、そんなことないですよ。5人よりは友達いると思います。嘘だ。じゃあ次いきます。問題3、長いスパゲッティがあるよ。スパゲッティちっちゃいやつってないんですか。スパゲッティ1本食べきるのにどれくらいかかる？もうこれお絵描きじゃないような気がするんですけど、私食べるのちょっと遅い方なので、どんだけ長いんだろう。これぐらい長いと考えて、じゃあ10秒かかるとします。はい、いきます。 OK。 スパゲティを食べる時間イコール〇〇の時間です。なんでしょう。自分が満足できるキスの長さです。10秒って短くないですか。じゃあ次。ハートの中に顔を描いてみて。お絵描き診断っぽいですね。よいしょ。目に指で描くの大変。じゃあ私のアイコンなんですけど、こんな感じですよね。でここにちょっと光が入って、はい、できました。じゃあ回答します。 OK。 あなたの好きな人に対する本当の態度がわかります。どういうこと？結果を見る。好きな人の前ではこんな顔になっちゃいます。なんか別に普通な顔の気がします。全然態度変わんないのかな。次へ。問題5、目の前に渡りたい川が、どんな橋がかかってる？どんな橋でしょうか。ちょっとかっこいい橋がいいですよね。よいしょ。こうやってちょっとカーブになっていって、ちゃんとね川で支えてる棒とかがあって、こう板でつながっています。でもこのままだと危ないので、手すりみたいなやつをつけてあげましょう。まあこんなね、ちょっと人間にかかっちゃったけど、まあ丈夫な普通の橋です。じゃあこれで回答します。 OK。 あなたのコミュニケーション能力がわかります。結果を見る。大きくて立派な橋ほど人間不信のコミュ障です。これはすっごく丈夫な橋を描いたつもりなので、じゃあ私は超コミュ障ですね。もう人間不信のコミュ障です。これ合ってるんじゃないですか。この蛇口から出る水を描いて。じゃあね、ここにバケツを描いてあげて、バケツでね、ここにポニョがいるんです。これね、ポニョね。
でここでちょっと水をたーって普通な感じに入れています。これが宗介の腕です。はい、こんな感じでどうでしょう。解凍する。 OK です。あなたの恋愛感情がわかります。水の勢いはあなたの恋愛感情の激しさを表しています。なるほど、これ結構出てますよね。普通よりちょっと出してるイメージなので、ちょっと勢いがある方ですかね。激しいのかな。じゃあ次、 AE のどこかにハートを一つ書いてね。これ腕とかに書く人っているんですか？E に書く人っているんですか？ E はダメでしょ？ E はダメでしょ。ハートですよね。普通に考えたら D なんですよね。普通に D にハートを一つ書きます。OK。 浮気度 A 誘惑に弱い、 BCD 真面目で一途。真面目で一途です。下半身に従う動物。E はそうですよね。普通でした。次、微妙に自信のないテストが返ってきた。何点だった？自信のないテスト、微妙に。でも自信がなかったけど100点取ってたっていうこともありますもんね。花丸も書いてあげよう。100点。回答する。 OK。 あなたの〇〇の点数です。何でしょう。結果を見る。自分の顔の点数です。ほんとそんなことないですよ。いや、そんなこと言って私は超コミュ障なのに自分には超自信がある人なんですね。あとね、何かの実験で人に自分の顔は何点かって聞くと、ほとんどの方は75点って言うそうです。ちょっとずれましたが。じゃ次、6本の短い線だけで顔を描いてみて。短い線ね。短い線なのでつなげて描いて顔を描いちゃダメですもんね。短い線だけで描く。1234567いきます。曲線はダメなのかな。いいや、じゃあ112です。345 6回答する。 OK。 あなたの表情の豊かさが分かります。直線ばかりで描いた顔ほどあなたの表情は乏しいです。なんか曲線入れてもいいのかちょっと分かんなかったんですけど、入れて正解だったんですね。普通な感じだと思います。でこれで9問目なので最後10問目です。いきます。10問目、心理テストどうですか？楽しかったらノリで最高なレビューお願いします。これ選択肢が楽しいと1個しかないんですけど楽しいけどレビューは後でします。はい、最後の問題。登山をするあなた、さてどれぐらいの高さの山だった？でも登るんであれば一番高い山を登りたいですよね。じゃあせっかくなのでモアナの山に登ることにします。はい、モアナの山です。めっちゃ高いです。すっごく高い山をイメージして描きました。じゃあ回答します。 OK。 あなたの〇〇の高さがわかります。この結果は CM の後でじゃあ結果を見る。 CM を見るんかい。あなたの〇〇の高さがわかります。結果を見る。山が高いほど恋愛においてルックスが重要であり、加えて自己評価も非常に高いです。めっちゃナルシストじゃん私。なんか診断テストっていうか恋愛診断テストみたいな感じでしたね。私ほんとそんなことないと思うんですけど、そうなのかな。はい、っていうわけでね、診断テストやってみました。そんなことないかなと思うんですけども、今回のテストの結果、コミュ障でナルシストで自己評価高くてイケメンが大好きみたいです。この他にもいっぱいテストがあって面白いので、皆さんもぜひぜひやってみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。